7時頃起きたかな。もうね、夏場はね6時頃起きるんちゃうけど、これは自分の普通の普段着だけ何枚か持ってるよ。黒が2枚と白が3枚ぐらい持ってるんですかね。でたまに自分はスポーツやってるんよ。うん。で大会の時にこれ着ていってから出るって。何をされてるんですか？僕はウェイトリフト強くねえけどね、強くねえけどまあ好きやけどね。じゃあ70キロぐらいかな。練習ちょっともうちょっとすれば75ぐらいまで上がるかもしれんけど、4、5年前かな。これが36ぐらい始めた頃、21歳からしようかな。冬休み入って正月前とかも小学校の頃から手伝わされよったよ。ちょうどここら辺で飲み屋街やったんよね。土曜日とか夜のね2時ぐらいまでしよって、で小学校高学年になったら2時ぐらいまで起きちょったんよね。こき使われやって親から好きやったんやろね、やっぱり食べ物商売っていうか商売こういうのがね、やっぱり食べて美味しいって言われた時はものすごく嬉しかったり、あとお客さんとの会話がこうできたりとかね。おはようございますもう80過ぎちゃってか81、もう1月来たら82になる。ラーメン業界で何年だ今で私なら20歳前からもうラーメン屋で働いてね。62、3年なのかちょっとね。いいからね。よいしょ。ラーメン。あとは焼きそばは大きくね。ラーメンは小さく。火が痛いやろ。全部埋まって16人けど、もうこっちの座ももう空いて次に座るお客さんが2人しかおらんかったらもう2人だけでね相席させないからね。土日は結構お昼時になると待ってくれちゃうけどね、もうやっぱお店はイベントと違ってからお店の中が食べる席が開かないとこう回っていかんけんね。今から麺作ります。
う麺の生地を固めるやつがあるのよね。それ長崎から仕入れるのね。それともう水と。冬はね、どっちかちょっと夏場よりねこね上がるのがちょっと時間かかるかな。だいたいまあ30分から40分ぐらいかな。ちょうどいいぐらいに。よいしょ。ちょっと油さしますね。自分の親の代からこんな打ち方やけどね。だけど逆に他の製麺所とか機械の大きさとか機械の形にもよるんやけど、どういう打ち方しようんやろかな。元号やもんね。西暦じゃなくて昭和55年のよいしょ。4、5キロあるんじゃないかな。よっしゃ。大体いいね、太さが。こっちが焼きそば。右手が焼きそば、左手がラーメン。倍以上違うんじゃないかな。日田の特徴でラーメン屋さんで焼きそばが食べれるっていうのが面白いのかなと思ってるけどな。もうなんか日田はそういう文化、物心ついた時からラーメン屋さんのメニューに焼きそば、ラーメン2本立てみたいな感じですよね。ちなみにラーメンと焼きそばだったらどっちが出るんですか？昔はラーメンでした。でも今は焼きそばが8割、82ぐらいかな。8焼きそば、ラーメン2ぐらい。修行して3級ラーメン。水道水やったら軽き臭い菌、まあ、浄水器つけて塩素抜いて、本当はね日田の水でから日田天領水がいいっちゃうもんね。
まあ濡れてるやん。うん。ちょっと風に当てた方がね。いつも大きいカゴで切るけど、昨日切ったんがあるきね。だけど今日少し。亡くなって7、8年ぐらいになるから。いい人でした。優しかった。髪やら全部染めてくれよって白髪を。継いでくれた息子さんがいるじゃないですか。どうですか？いいよ、もう助かる。優しい。私男の子2人あるけどどっちも優しいきね。助かる。寒いと硬いって。仕事の体制に入ります。大盛り焼きそばと大盛り焼きそばの卵入り。了解です。ごめんなさい。骨いる？麺ですかね。たまたまネットで見つけてめっちゃ良くて来てみました。大盛り結構量ないですか？うん、ありましたけど全然美味しかったから食べれました。すみません、ご迷惑おかけしました。いえいえ、またよろしくお願いしてきます。ありがとうございます。はい、いらっしゃい、どうぞ。今日は何頼まれたんですか？生卵入り焼きそば。食べなさい。美味しいから。でも確かに美味しい。だから1年に2回ぐらいいよいよ2、3回は。2、3回は食べる。この間はラーメンだったので、そう、ラーメンと焼きそば食べて半分にしたりとか。今日は焼きそば。美味しい美味しい。暑いんで気をつけて。はい、お願いします。美味しいですよ。美味しいですよ。めっちゃいい。なんで美味しいんでしょうね。このほらちょっと焼き付けた部分硬いところと柔らかい。そう。ごちそうさまでした。
もやしラーメン。はい、上がります。これ前からいいよ。それは何盛りですか？大盛りだよね。大盛り。よく食います。今月1回ぐらいですかね。美味しいです。やっぱりソースの具合とか、やっぱり店によっていろいろ違いますから、やっぱり一番ここが多いですね。チャーシュー麺の大盛り。はい、いらっしゃいませ。お一人ですか？はい、上がります。はい。しました。焼きそばです。一杯だけ持ってきて。器熱いんで気をつけてください。はい、いらっしゃい、どうぞ。うん。がカウンター7、8。はい、どうぞ。大盛りの卵入り焼きそばです。はい、ですよ、どうぞ。はい。ラーメン上がり。すみませんで。ティタに住んでます。今日は少ない方です。いつもすごいです。ずらーっと並んでるので。土日はまだそうね。ね、並んでも食べたいですね。美味しいです。そうそう。
サンキューさんはどちらかといったら、麺が結構しっかり焼いてあってしっかり味もついてるんだけど、すごい濃ゆいっていうわけでもなくて、食べたら後を引くような美味しさありますね。じゃあ焼きそば4つお願いします。焼きそば4つですね。焼きそばにね、ラーメンのスープついてますんで、気をつけてください。これとりあえず大盛りと。前からすみません。はうまいですね。なんかおこげみたいな。パリパリした焼きそばで。忙しいですね。お昼3時ぐらいまで多いよ。県内のも多いよ。待ってくれてる。市内の人はまた来ますしか。近いってね。お店の創業はいつになるんですか？昭和45年の5月です。来てくれるお客さんを大事に、やっぱここがやっぱ自分の育ったところやし、自分のお店やっていく中でやっぱお城やから、ここを拠点に外にも発信せないかんき、なんかいろんなイベントがあった時は、行ける時はイベントに行って宣伝して、で地元の人に食べきてもらえるような形が一番ベストなんかなと思ってるんですよね。北は焼きそば文化なんだ知ってもらえて、ああ美味しかった、またぜひとも食べきてきますって言われるようなお店作りしていきたいなと思ってます。お参りに行って帰りは必ず、夜みたいな感じ。何軒かこういろいろこらえ回ったんですけど、美味しいんですよね。結構味が良くて。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お願いしてきます。ラーメンはね、形に。はい、2番。今日は自分オリジナル自分の特製チャーシュー麺ベースにキムチと生卵とってます。これにちょっとニンニクも入れたいんですけど仕事中なんでちょっといただきます。うまいですね。今度週4来てますね。近いんでもう。お店のどういうところが好きなんですか？やっぱもう味ですね。昔ながらの味とか、昔は知らないんですけど好きな味です。はい。いつものでって言ったらこれ作ってます頼みすぎて覚えられたんで、
日田の焼きそば屋さんが全部集まって日田の地元の水谷直美商店さんが来てからね、海産物屋さんと一緒に集まってから、こうああでもねこうでもないかこうで試食しながら、あこの味やったら、焼きそばの味に近いかなって見てから、で日田焼きそばかりんとうちから、作ったんですよね。もうこれ作って何年だったかな、7、8年ぐらいになるのかな、か10年ぐらいになるかもしれないね。こう浮いてきたらもうすくい上げて、鉄板の上でタレを絡ませます。はい、どうぞ。こちら焼きそばの普通サイズです。はい、どうぞお待たせしました。大盛りの卵入り焼きそばです。そうやろ。よかったですね。はい。ラーメンです。お待たせしました。はい、おにぎりです。前からすみません。